はい、それでは 12AU7 シングル DC アンプの制作第5回目スタートしたいと思います。今回はですね、調整と視聴の様子をご覧いただこうかなというふうに思ってます。まずテスターとかを使いながらですね、いろいろな部分の電圧を測っていきます。そしてですね、もう一部すでに、前回までのビデオでお伝えしてしまいましたけれども、電源トランスから出てきた電圧を幾分かドロップさせる必要がありまして、そこのための抵抗として、今回、5キロオーム10ワットの抵抗を入れています。これがですね、かなり発熱しますので、置き場所にはご注意ください。そしてですね、ご覧いただいている方から、以前アドバイスをいただきまして、14キロオームの負荷にしたら音の歪み率が改善されていいですよというふうなアドバイスでした。具体的にどうやるかと言いますと、出力トランスの、4オームの出力タップに無理やりと言ったらちょっと言い方おかしいですけど、8オームのスピーカーをぶら下げますと、つなぎますと。そうするとですね、見かけ上、この一時側の負荷抵抗の値が、倍の14キロオームになるということで、実際に私も試してみました。確かに、7キロオーム負荷の時よりもですね、すっきりしているというか、非常に楽器が一つ一つクリアに聞こえて、それはいいなと思ったんですけれども、なんて言うんでしょうね、少し、元気の良さが減っちゃうかなというようなところもあってですね、これはもう聴く音楽によって、どういう環境で、それからアンプを使うのかによってですね、おそらく、好みいろいろ分かれるところなんじゃないかなというふうに思うんですけれども、今回私は、元々の8オームの二次側タップに8オームのスピーカーをぶら下げるということで、いきたいと思いました。ということでですね、各部分の電圧を最終的に測ったものが、こちらご覧いただいているものになります。当初の設計とですね、かなり近い値が全体的に出たんではないかと思います。それではですね、実際に音を聞いている様子ご覧ください。はい、ではですね、出来上がったアンプを試聴していきたいと思います。ご覧いただいているのはですね、ヤマハの 10M と呼ばれますね。モニタースピーカーとして、なかなか有名なものですけれども、私の仕事机の上には、いつもこの 10M が載っていまして、少し前にもお話ししましたけれども、別のですね、親子三極管を使ったアンプでいつも音楽を聴いたりしたりしながら、仕事をしたりしながらというふうにしています。でこの 10M をですね、今回作成しました、新しい小型のアンプにつないでいます。で、もう電源を入れてるんですけれども、ハムノイズ的なものはですね、今のところ全く聞こえてきていません。もう本当に良かったですね。小さいところに押し込めますんで、なんかそういうノイズが聞こえてきたらどうしようかなというふうに思っていたんですけれども、今のところハムノイズのようなものは聞こえてこない状況です。でですね、実はリハーサルを一回していまして、どういう曲を皆さんにお届けしようかなっていうか、このカメラで映してですね、音を取って、音の良し悪しが皆様に伝わるかどうかは、甚だ疑問というか、おそらく伝わらないと思うんですけれども、今回に限ってはですね、例えば Google さんから、YouTube さんから、著作権がどうだこうだ言われてもですね、どうしてもやっぱり、ラリー・カールトンさんのルーム335を聞きながら感想を述べたいなというふうに思いまして、ちょっとルーム335をかけてみたいと思います。
本当に驚きました。この小さな真空管ですね、12AU7、これを、チャンネルあたり1本だけ使ってですね、アンプを作ってみたんですけれども、こんなに楽しい音がするのかと。いやー、なんて言っていいのかわからないんですけれども、もう本当に生々しい音がしますし、艶やかな音がしますし、じゃあパワーはどうなんですかと。いや、十分ですと。本当に迫力のある音がしましてですね。常識をひっくり返されたような感じですかね。ちょっと自分で言うのもなんですけど、いいもの作っちゃったなみたいな感じでですね。これは本当に、自作オーディオやっててよかったな、真空管アンプをやっててよかったな、いう風に思えるものに巡り合うことができました。ものすごくですね、艶やかで、クリアで、弦とピックが擦れる感じまで伝わってくるんですよね。ということで、今回やってみても、自分としての感想ですけれども、大満足ですね。はい、やってよかったなというふうに思いました。ということでですね、この後ですね、少し、おまけというか、打足というかですね、ちょっとこのアンプをもう少しいじってみようかなと思いますので、また、引き続きご覧いただければなというふうに思います。